from ニューヨークです。はい、福さん。では、今日はですね、また新しく質問をいくつかいただきましたので、今日はドラムセットを使ってその質問に答えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。はい。ではですね、まず広山学さんからご質問です。はい、広山君、はい。はい、広山君はドラマーですので、はい、お願いします。永遠の課題だと思うのですが、シンバルレガート自分でも気持ちよく感じれていません。これをやりなさいみたいな練習がありますでしょうか。2つ目が左手右足のコンピングについてどのように入れるか自分の中で明確なアイデアがなく、どの曲でも同じようなコンピングばかりしてしまいます。何か良い考えなどありますでしょうか。3つ目が左足のハイハットも気持ちの良い歯切れのいい音がなかなか出ず、ヒールアップやヒールダウンで試行錯誤しています。何か良い方法などありますでしょうか。ぜひお答えいただけると嬉しいですという内容なんですけれども、お願いいたします。はい、わかりました。そうですね、これもうね、広山君はもう分かってると思うんですけど、シンバルレガートを練習するときにですね、必ずそのフェーダリングですよね。ドラムね、まずは主音符、コーラルノーツでね、主音符で取って、で、ハイハットは2音踏みますよね。で、まずこれがしっかりできてないと、リズムキープした時にね、揺らぐわけなんですけど、このベードラっていうのはこの足でこのね、ベードラをドンドンドンってね、叩くわけじゃなくて、このペダルがあるでしょ。このペダルがくせ者なんですよね。このペダルにこのスプリングっていうかね、このあれがついてるから、それをコントロールするのがこれ難しい。これをできるまで本当にね、長いことかかります、時間がね。でボーンって叩いた時にスンと帰ってくるし、これをどういうふうにコントロールするかっていうのも時間かかるしね。僕の練習方法としまして、もちろんコーラーノーツね、主音符をずっとこう踏むわけなんですけど、で24ハイハットでね、さっきそのハイハットですごくね悩んでおられるって言ったんですけど、これはね、もうみんな本当にね、ヒールアップにするのかヒールダウンにするのかね、いろいろ悩みがあると思うんです。ベードラと同じですね。で、僕が若い頃はですね、もうとにかくそんな無我夢中で、そんなね、奏法なんかあんまり気にしないでですね、ペダルの上に斜めぐらいからもうね、ドーンとこう押さえ、特に右足なんか特に斜めぐらいからね、こう踏んだりとかしてた時代があってね、全然ね、かかとが乗っかってないわけですよ。こうやって踏んだ時代もあったし、でもうほとんどこの辺に踏んだり、もういい加減にですね、こうやってヒールアップで踏んでた時代がね、日本にいた時なんかね。でやっぱりヤマハの先生にですね、あれは僕はジョージ大塚さんについたんですけど、そこで稲川忠さんっていう先生にね、僕が習って長いことね、その方がもう本当にね、研究熱心でですね、やっぱりペダルはなんでこういう形してんの、やっぱここにねちゃんと足を乗っけて踏むんだよっていうような感じをね教わりましてですね、教わったんですけど、やっぱり本番やるとね、なんかこうなってたりするわけですよね。でこれに落ち着くまですごい時間かかりました。ハイハットも同じですね。ハイハットも結局こういうねペダルがあって、そこにちゃんとね乗っけて踏まなくちゃいけないね。ヒールダウンでね、これはヒールアップはこうですけどね。そうやってですね、ヒールアップヒールダウンということで悩むんですけど、僕もニューヨークに来ててもですね、ずっとヒールアップやってました。フットペダルもね、ベードラもハイハットもずっとね。だけどよくね、ビッグバンドのねドラマーも見ましたし、でオーソドックスなね、いわゆるそうですね、無名の方でもですね、例えば僕習ったジョージョン・ジュニアとかジミー・ラブレスとかね、あの人たちはもう本当にね、ニューヨークでそうですね、10人のうちもう7、8人ぐらいがもうその当時はね、みんなヒールダウンでした。で僕はその時にと思いましてですね、なんでヒールアップしてないのかなと。それでね、何年か前ぐらいからそのビデオなんか見たらですね、例えばブラック&ホワイトのね、カウント・ベイシーだのデューク・エリントンとかね、いろんなビッグバンドで見ると
みんなねドラムの人はねヒールダウンなんですね。特にハイハットなんかねビデオ見えますからね。そうするとねヒールダウンでねちゃんとこうやってるわけですよ。ヒールダウンでねこうやってねでこうやって、ね、ヒールダウンでやってるわけですよ。で僕はもうそれが不思議でねしょうがないで数年ぐらい前から僕もねヒールダウンで練習するようにしましてですねベードラムをこういうふうにねヒールダウンでハイハットも24でねでハイハットの場合は結構ねこういう人もいますね。これはもうどっちでもいいと思いますよ。こういう奏法でもいい。とにかく綺麗な音が出るのが一番いいわけですからね。だけどそのヒールアップとヒールダウンの違いはヒールダウンするとここをねものすごくこの筋肉を鍛えることができます。ベードラムのねここをねですからまあ極端にねこう例えばこういうねこのぐらいの音符でね3連でそれを今度アップでねこういうふうにコントロールできればいいわけです。でこのヒールアップの方がパワーが出るってね、まあ、僕もそう思ってたんですけどヒールダウンでもですねこうやって上げられるわけですよ。これですごくパワーが出るね。これもそうだけどこんな大きな音が出るわけですからね。はい、ですからそれも研究していただきたいな。でまあ足の踏み方なんかこれねハイハット両方ねトニー・ウィリアムズなんかもこうやってねずっとねヒールアップですからね。でもう例えばパパ・ジョーとかねなんかみんなもヒールダウンきれいにねこうやってやるわけですよね。ブラシの時だからねこうやってねもう本当にヒールダウンでやるわけです。ただフィリー・ジョーはもう全くヒールアップでした。はい、ミディアムからミディアムファーストファーストテンポやっぱりヒールアップで彼の場合は24をねこの内側にワン、ツー、スリー、フォー、ツー、スリー、フォー、ツー、スリーやってましたね。だからワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーですか。で僕はその24まあずっともう日本でも僕は24は外側にやってましたからね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。でそれはね後でね見たらねトニーもそう実はそうだったんですね。トニーも24も外なの。ワン、ツー、スリー、フォー。これもねなかなかかっこいい。なんかタップダンスを踊ってるような感じでね。でこうやってねベードラを踏んで。こういうまあ練習方法もしてね。で綺麗な音が出るように。とにかく綺麗な音が出ればどっちでもいいわけですよ。はい、で例えばバラードの時なんかっていうのはやっぱコントロールしやすいですからヒールダウンするわけですね。しっかり締めた。こんな感じでね。はい。まあ足はこんな感じでねいろいろこう。やってねトライしてヒールダウンヒールアップもそれは悩んでおられると思いますけど、とにかくどっちが自分に合ってるかっていうのねで両方できたら最高です。はい、やってもらいたいなと思います。で、シンバルレガートに行きましょう。このシンバルレガートっていうのは本当にね難しいんでこの